こんにちは、鷹の目工作室です。今回は定尺の銅板から各部材を切り出していきます。定尺の銅板の縁はシャーリングされた結果、わずかに歪みがあります。このため、この歪みが問題にならない部品を縁に配置することで、材料の無駄を極力減らします。ここでは継ぎ目板を最初に切り出していきます。継ぎ目板は幅が狭いので、切り離された途端に飛び出してくるのを防ぐため、両面テープで下の台に固定をします。私の体が邪魔でよく見えませんが、板を裏返して先ほどの両面テープを台に押し付けています。切断には電動丸ノコを使います。セットしているのは丸ノコ用の直角定規です。この定規を使うとかなり長い距離でも正確に切断することができます。平岡さんのライブスティームのシェイを作ろうという本には、糸のこの弓は深さが 150mm のものと 300mm の2種類のものが必要だと書いてあります。深い方は幅 365mm の定尺の板を切断するのに活躍しますと続きます。そこで左上の写真のようなものを購入はしましたが、私にはこれで 365mm の幅をまっすぐ切るのは不可能に思えます。この巨大な定規と丸ノコを使えば、私にもまっすぐ素早く切断することが可能です。難点を言えば、危険を避けるためより一層の注意が必要なことと、切り子になってしまう材料が多いことです。音がうるさいのもデメリットの一つですね。継ぎ目板は2枚必要なので、続けて切断を行います。実は最初の継ぎ目板は完全には切り離されていませんでした。今度はちゃんと切り離せました。材料が光沢面なので、照明が映り込んでしまうとカメラの露光制御が反応して画像が極端に暗くなってしまいますね。
こまでに図の中の赤の縦線を切断しました。続いては2列目の上下を切り離します。残りの余分も直線で切り離せる部分はここの時点で加工します。ここからは曲線切りが主体となるので糸のこを使っていきます。糸のこの作業をするのに、便利なようにこのような、作業台というかが、市販されています。でクランプがセットになっていて、これで作業台に固定をするとこの分が出っ張って糸のこ作業が使いやすいというものです。よいしょ。あらら。これはこういう先の形の違う広くなっているものも売られています。で、ここに乗っかる程度の小さなものであれば便利だと思います。ただちょっと一つ難点は、作業台の天板にこれで固定をするとちょっと低くなりすぎるというところがちょっと使いにくいところかと思います。今回は先ほどの作業台で加工をするにはワークが大きいので作業スペースの広いものを作成しました。作業位置の問題は背丈の低い椅子を使うことで対応しました。切り取るための形を銅板に描く必要がありますが、形が複雑なので CAD で描いた外形を刀寸で印刷してそれを貼り付けることで手間を省きました。型紙を貼り付けるには紙用のスティックのりを使いました。スティックのりであれば形を切り抜いた後、水を使うことで簡単に完全にのり分を取り除けると考えたからです。銅板にサインペンで描いた中心線と型紙の中心線を合わせて配置していきます。作業を始める前は型紙の周囲で中心線同士を合わせるつもりでした。実際には銅板の周囲に余裕は少ないため、型紙の中心部に急遽窓を作り、そこで確認をしました。ワークを扱いやすい大きさにするため、まずは大きく2つに分けました。ここからはひたすら糸のこの修行の時間です。
幸い作業領域を広げた広いステージは功を奏しています。使っている糸のこの刃はナンバー0です。糸のこの刃は番号が小さいほどピッチが細かく、刃の幅は細くなっていきます。0番よりも細いものは00番、000番といったように0の数が増えていきます。ごく細いものではシャープ4すら0というように0の数を表記することもあるようです。細いものではシャープ8すら0ぐらいまで売られています。平岡さんの本によればライブスチームでは1番か2番が使いやすいと書かれていますが、私の感覚では少し太すぎるような気がします。奇跡的に刃を折らずにここまで切り進めることができました。言ってるそばから刃が折れました。大まかな直線切りで良いところはコンターを併用することで作業時間の短縮を図りました。いよいよ罫線に合わせて形を切り抜いていきます。長い距離を一気に切ろうとすると刃を折るリスクが増えてしまいます。そのためところどころで余分を小さく切り離します。切り込みを少し残しておくことで切断を再開するのが楽になります。拙い糸のこさばきですが、一応クローズアップを載せておきましょう。初めのうちはワークを左手で押さえていましたが、途中からはクランプでステージに固定することで作業がだいぶ楽になりました。ただしワークの向きを変えるとき、クランプを操作するのに糸のこを支えることができなくなり、刃に無理な力がかかるのか、ここで刃を折ることが多発しました。
内過室の前後の板は側面が直線で平行なので、そこまでの精度は必要ありませんが、プライス版で仕上げました。いつものようにクローズアップでもう一度。テーブは側面と直角になります。映像にはありませんが、この後てっぺんの半円は糸のこで仕上げました。今回の作業の成果と破損した数々の糸のこの刃です。ご視聴ありがとうございました。